さあ、それではここからはですね、常念さんにこのテーマで話を聞きます。韓国とアメリカ、大統領をめぐる動向。韓国のパククネ大統領、今月4日、先週の金曜日ですね、40年来の友人で女性経営者のチェ・ヨンスル、チェ・スンヨル容疑者の国政介入疑惑をめぐり、現職の大統領としては初めて検察の捜査に応じる考えを表明しました。パク大統領、国民向けの談話で、チェ容疑者の事件に触れ、国民に私の不覚により生じたことだと謝罪しました。必要なら私も検察の捜査に誠実に臨む覚悟だとも話しました。韓国の大統領は在職中はですね、刑事訴追されませんが、捜査で過ちが明らかになれば私も全ての責任を負うと発言し、捜査の結果次第では隕石辞任する可能性を示唆しています。こういうふうにその談話を発表したわけなんですけれども、これで国民の怒りはどうも収まっていないようですね。そうですね。これね、でも、この事件だけ取り上げるとね、なんかその変な占い師みたいなやつがいて、ネタとして面白いんで騒いでる風に見えるんですけど、一番の問題はですね、パククネさんが大統領になってから、韓国の失業率、ね、物価上昇率どうなったかってね、追ってみればいいんです。この3年間で失業率は上がってるんですよ。で、物価上昇率は下がってる。いわゆるデフレ傾向を強めている。で、国内は需要がなくてですね、で、明らかにこの経済政策の運用を間違ったということはもう、誰の目にも明らかなんですよね。で、その全体的にその調子悪い状態が3年も続くと、もうちょっといい加減にしろと不満溜まりますよね。で、そこでこの降って湧いた、この疑惑ですよ。で、お前のせいじゃないかっていうことで、騒いでるんですけど、これもし、もうちょっとまともにね、経済政策言ってたら、多分、こんな騒ぎにならなかった可能性もあると思うんですよね。そもそも問題にもならなかった可能性もある。このアドバイスをしていたと言われている、この、チェさんですけれども、スンヨル容疑者。このアドバイスがやっぱ間違ってたんじゃないかということですよね。だからそのチャイナにすり寄ったりする、その二股外交をやったりとか、それからね、その反日プロパガンダみたいなことやったりとか、こういうのは全部間違ってきたと。で、それは結局その経済に一つも得にならなかったと。プラスにならなくて、それが今ボディーブローのように効いてるので、これ隕石辞任したところでですね、韓国の方々のね、不満は収まらないかもしれないですね。ね、大統領を変えたところで方針をしっかり変えないと、これ韓国経済どうにもならないかもしれないですね。でもこのまままだ任期1年4ヶ月ぐらいありますよね。大統領任期5年ですからね。そうですね。韓国の。辞めたら捕まるし、辞めらんないでしょう。このままグダグダいくのかもしれないですけどね。となるとでもこれで経済が良くなる兆しなんて出てくるんですかね。だからその方針を転換するしかないですよね。そのもうチャイナの属国みたいになろうとしてたのはやめて、もう一回日本にしっかり詫び入れて、で、そういう慰安婦をはじめとした反日プロパガンダも全部取り下げてですね、で、それでしっかりと経済協力を仰ぐということをすればいいんですが、毎回ですね、歴史上この国はそういうことをしてはですね、調子良くなってくると忘れてまた反日プロパガンダ始めるというですね、繰り返しなんです。私たちの先祖はそういう国と2000年間付き合ってきたんで、我々も覚悟しなきゃいけないと。もう根本解決はないんですね。さて、一方アメリカですね、新たな大統領を選ぶ大統領選挙大詰め迎えています。投開票日は現地時間の今月8日、日本時間だと9日ですから、あさって水曜日ですね、調査の支持率、民主党のクリントン氏と共和党のトランプ氏、拮抗しているということです。政治専門サイトのリアルクリアポリティクス、直近の支持率を見ると、クリントン氏 46.6%、トランプ氏 44.8%、その差 1.8 ポイントですね。そして、FBI が10月28日にクリントン氏の使用メール問題再び捜査すると発表して、このクリントン氏とトランプ氏の支持率は一気に縮まりました。さあ、その使用のメール問題なんですが、今新しいニュースが入ってきました。アメリカのクリントン前国務長官の使用メール問題、こちらを再捜査している FBI 連邦捜査局のコミー長官、訴追を求めないとした当初の方針を維持すると議会に伝えました。常根さん、訴追を求めないとした当初の方針を維持する。ということは訴追しないということですよね。調べはしますが、訴追はしませんということなので、今更ですけど、ちょっとヒラリーにはプラスになるかもしれませんね。で、このコミー長官が、再捜査って言った後ね、確かにヒラリーの支持率は落ちてるんですけど、その支持率の低下のピークはね、多分2日前ぐらいで、で、昨日、一昨日ぐらいはもうだいぶ横ばいになって落ち着いてきたんですよね。で、それでじゃあトランプの追い上げがどこまでいくかということなんですけれども、現時点でやっぱりトランプが勝つ確率は3分の1ぐらいしかないです。で、これ、全体のね、世論調査してもほとんど意味がなくてね、各州ごとに勝者総取りですから。なので、270の選挙人を取らなきゃいけないんですよ。
はい、で、ヒラリーが今216固めてるんですが、はい、その接戦州とかもいろいろ分析してみるとですね、もうほぼ今268ぐらいまでいってるので、はい、トランプは一手差し間違えると終わり。でも、全勝すれば、接戦は一応6カ所ぐらいあるんですけど、そう全勝すればトランプの可能性もある。結構でも全部取るの難しいだろうと。で、期日前投票でもヒラリー優位なんで、ちょっと難しいかなというふうには見てますけどね。ただサプライズの起こる確率は3分の1ですから、必ずしも低くないので、まだ、決め打ちするのは早いですが、現時点の現下の情勢だとやっぱりヒラリーの方が優位という感じですかね。はい。今の情熱さんの話聞いてると、これを相撲に例えるとね、横綱昇進を目指している、トランプ氏が、この後全勝するしかないというような感じですね。そんな感じですね。なんかね、ネイト・シルバーさんというですね、向こうでよく当たる選挙予想サイトをやってるね、統計というか数学者というかね、いるんですけど、彼が言うにはシカゴカブスがワールドシリーズに優勝するぐらい難しいって言ってたんですけど、カブスワールドシリーズ優勝しちゃったんですよ。だからひょっとしてがあるかもしれないということなので、ゼロではないです。33% 以上あります。そのアメリカ大統領選目前に控えてですね、トランプ氏が勝ったらどうするっていうことで、トランプリスクと呼ばれるようなことも起きてるということですよね。日本株安円高、これもそのアメリカ大統領選挙が影響してると言われてるんですが、為替アナリストと呼ばれるですね、いわゆる愚民どもがですね、逆進とも言いますけれどね、こいつらが全員円高を予想したときには、これは円安になります。これは逆進の掟なんですね。八百万の逆進どもがですね、全員一致で円高予想したときは、そんなに円高にならないと思いますよ。過去の統計はそういう逆進統計はそういうふうな現象を示しているんですけれども、要はトランプが勝ったら政治も経済もめちゃくちゃになるということで、アメリカの株は下がるし、ドルも売られるという展開が続いているということなんですけれども、これで明日、明後日あたりには情勢がほぼ判明するので、そこで過剰にリスクを織り込みすぎたなとなると、またそれを巻き戻すための爆上げがあるかもしれないですし、逆にトランプがなったとしても過剰に織り込みすぎて、トランプはそこまでやれねえなってことになるとまた戻るかもしれない。ということなので、一方的にどっちか動くっていうのはね、どうなんでしょうね。一時的にあるかもしれませんけどね。長期的にそうかっていうのはまた別の話ですね。先週末だと17,000割り込みましたもんね、日本。そうですね、日本もね。それはトランプのね、リスクをアメリカの株が織り込んだんで、日本も釣れ安みたいな感じになりましたよね。さて、あともう一つ、アメリカの中央銀行にあたります連邦準備制度理事会 FRB、FOMC、公開市場委員会を開きました。そして今月の追加利上げの見送ったってことです。でも来月やるぞってステートメント出してますよね。で、副総裁っていうか副議長のね、フィッシャー、副議長がですね、割と強気な発言をしてますので、12月はこれサプライズなしでほぼほぼ行くのかなという、今はそういう感じですよ。まだわかんないです。トランプになったらわかんないかな。向こうの中央銀行も割と政治的に動くので、その辺はちょっとわかんないですね。いずれにしてもこのトランプがなるのかならないのか。今トランプって主語がトランプになっちゃったんですクリントンさんはどこ行っちゃったんだって感じですね。常念司さんでした。エンディングです。山形県天童市より美味しい洋梨スーパーラフランス、当選した4人発表です。まずお一人目、中野区のお電話はんぺん派さん当たりました。全力おじさんは練馬区にお住まいの方、そしてしゃぶしゃぶ食べたいさん東京ですね。そして羽毛ふ頭さん練馬区にお住まいの方当たりました。おめでとうございます。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。さて、そのアメリカ大統領選挙なんですが、いよいよですね、日本時間の明後日水曜日の午後あたりに判明してくるということです。その中、亀井静香元金融担当大臣が昨日羽田空港で記者会見しました。アメリカを訪問し、大統領選に立候補している共和党ドナルド・トランプ氏に面会を要請していると明らかにしました。亀井氏、大統領になった時、今の世界情勢にどう対応するか、日米関係に将来どう臨んでいくか、率直な意見交換をしたいと語っています。同時に個人として行くと述べまして、日本政府とのつながりは否定しています。現地時間の7日か8日の面会を要請しているということなんですが、ただ選挙の投開票は8日のため日程流動的。常念さん、
これ、向こう、正直言います。忙しくて会ってる場合じゃないでしょう。まあ、おっしゃる通りではないかと思うんですけど、何もこんな忙しい時に行かなくてもと。ただ、事前にですね、安倍さんがアメリカを訪問した時は、ヒラリーには会ったんですけど、トランプに会ってないんですよ。まあ、だからってこともあるのかもしれないですけどね。ただ、トランプが当選できる確率は何度も言いますけど、現時点で3分の1しかないですから、まあ、どうでしょうねと。まあ、落選したら暇なんで会ってくれるかもしれないですけど、わかんないですね。まあ、会うって言っても、まあ、2、3分とかね。もう、ハロー、最後悪いみたいな可能性もありますからね。いやまあ、まだわかりますよ。3分の1あるけど。でも、もしですよ、落選しました。絶対日本のテレビ局呼ぶでしょう。まあ、呼ぶでしょうね。で、トランプも落選後のこと考えていろいろ商売の方をね、やってるらしくてね。トランプブランドを出してるホテルとそうじゃないホテルと2系列今持ってるらしいんですよ。でも選挙の結果を見てトランプ嫌いの人が多いところにはトランプブランドを全面に出さない商売をするとかなんかいろいろ考えてるらしいですよ。さすが商売人ですね。そうですね。はい。まあ、いずれにしても全世界に名前は知れ渡りましたからね。そうですね。まあ、つってもね、トランプはね、ビジネスでものすごい成功したっていうのは、その80年代に出た本がね、まあ、その一つのまあ原因なんですけど、それを書いてゴーストライターがね、実は本人全然違うよっていうのをばらしてるんですね、4月ぐらいに。はい。で、ほとんどね、親父のコネと親父の財力で最初のスタートを立ち上げたんです。ニューヨークのね、グランドセントラルの隣にある、そうですよ。グランドハイアットだ。あれをまあ誘致したのでね、彼はボーンとこう、有名になるんですけど、それも減税措置とかね、親父がそのまあ献金してた、クイーンズだかブルックリンだかの議員かなんか使ってすごいやったりとか、結構だから最初親父のコネで、のし上がったというかやったんですけど、まあその投資判断も結構失敗して、カジノで大赤字出して、で、税金ね、18年払わなかったとかいろいろありましたけど、まあそういうね、虚像と実像というのはかなり差のある人らしいんですよ。はい。ですか。まあいずれにしてもでも強運ではありますよね。強運ですね。まあなんかとにかく有名になりたいというね、意識だけは異常に強かったらしいですね。そのゴーストライター曰くね。ジョルズさんって人かな、確かな。はい。そのアメリカ大統領選挙投票日を前に最後の週末を迎えたと、選挙戦熱を帯びる中、共和党候補トランプ氏が集会で演説している際に、警護隊に抱きかかえられ、一時避難する騒ぎがありました。動画見ました。はい、私も見ました。アメリカメディアによると、前列の聴衆から銃だとの叫び声が上がって、トランプ氏が不審がる様子を見せたのを受けた対応だったと。で、男一人が拘束されましたが、実際には銃は見つからず、釈放されました。何度もトランプ氏が、ここに民主党員がいるみたいなことはね、言ってましたからね。なるほどね。まあ、そういうテロっていうことで言うとね、ほら、中東に対してかなり強硬なことを言ってるんで、ね、昨日もその演説とかでも最後のところもイスラミックテロリストは絶対入れないみたいなね、とかもういろいろこう過激なこと言ってたんで、まあそういうのもあるかもしれませんね。はい。で、まあその後トランプ氏は演説を再開したということですね。なるほど。アメリカ大統領選、おさらいしておくと今後の日程、日本時間の明日夜から各州で順次投票開始されます。で、日本時間の明後日午前から開票作業、水曜日ですね、日本時間、開票作業が午前から行われて、午後にも勝敗が明らかになる見通しだと。で、その大統領選の結果の出る翌日に、八重洲イブニングラボ、トリキュープレゼンツ。今回トリキュー弁当、ガンガン行きますから、無制限に出しますから。いや、無制限って買うんですよね。買うんですよ、もちろん。買うんですよ、それは。配るわけじゃないですよね。蒲田に行けなくても、八重洲でトリキュー弁当が食えるということでですね、もうぜひね、木曜日、まだチケットありますので、今回ちょっと会場が狭いので、早く買わないと売り切れます。で、トリキュー弁当もね、前日までにオーダーしないと届きませんので、もうぜひ皆さんですね、弁当食いに来るのもいいし、私と黒井文太郎さんの対談聞きに来るのもいいし。安全保障でしょ？安全保障です。まさにこのトランプがテロリストに狙われてるかもしれないみたいな話も出るかもしれないので、ぜひね、聞きに来ていただければと思いますので、八重洲イブニングラボで検索していただければね、はい、と思います。まあね、かなり食べたくなってきてますので。ジョンネさんがいつも美味しい言うから。はい、ジョンネさん今朝もありがとうございました。現時点でやっぱりトランプが勝つ確率は3分の1ぐらいしかないです。で、これ、全体のね、世論調査してもほとんど意味がなくてね、各州ごとに勝者総取りですから。なので、270の選挙人を取らなきゃいけないんですよ。で、ヒラリーが今、まあ、216固めてるんですが、まあ、その接戦州とかもいろいろこう分析してみるとですね、もうほぼ今268ぐらいまでいってるので、トランプは一手差し間違えると終わり。でも、全勝すれば、接戦は一応6カ所ぐらいあるんですけど、そう全勝すれば、トランプの可能性もある。結構でも全部取るの難しいだろうと。で、期日前投票でもヒラリー優位なんで、ちょっと難しいかなというふうには見てますけどね。ただまあ、サプライズの起こる確率は3分の1ですから、必ずしも低くないので、まあ、まだ、決め打ちするのは早いですが、まあ、現時点の現下の情勢だとやっぱりヒラリーの方が優位という感じですかね。はい。まあ、今の情熱さんの話聞いてると、これを相撲に例えるとね、横綱昇進を目指しているトランプ氏が、この後全勝するしかないというような感じですね。そんな感じですね。なんかね、ネイト・シルバーさんというですね、まあ向こうでよく当たるその、まあ選挙予想サイトをやってるね、統計というか数学者というかね、いるんですけど、彼が言うにはシカゴカブスがしっかり変えないと、まあこれ韓国経済どうにもならないかもしれないですね。でもこのまままだ任期1年4ヶ月ぐらいありますよね。大統領任期5年ですからね。そうですね。韓国の。まあ辞めたら捕まるし、辞めらんないでしょう。このままぐだぐだいくのかもしれないですけどね。となるとでもこれで経済が良くなる兆しなんて出てくるんですかね。だからその方針を転換するしかないですよね。そのもうチャイナの続
国みたいになろうとしてたのはやめて、もう一回日本にしっかり詫び入れて、で、そういうもう慰安婦をはじめとした反日プロパガンダも全部取り下げてですね、で、それで、しっかりと経済協力を仰ぐということをすればいいんですが、まあ、毎回ですね、歴史上この国はそういうことをしてはですね、調子良くなってくると忘れてまた反日プロパガンダ始めるというですね、繰り返しなんです。私たちの先祖はそういう国と2000年間付き合ってきたんで、我々も覚悟しなきゃいけないと。もう根本解決はないんですね。はい。はい。さて、一方アメリカですね、新たな大統領を選ぶ大統領選挙大詰め迎えています。投開票日は現地時間の今月8日、日本時間だと9日ですから、あさって水曜日ですね、調査の支持率、民主党のクリントン氏と共和党のトランプ氏、拮抗しているということです。政治専門サイトのリアルクリアポリティクス、直近の支持率を見ると、クリントン氏 46.6%、トランプ氏 44.8%、まあ、その差 1.8 ポイントですね。そして、FBI が10月28日にクリントン氏の使用メール問題再び捜査すると発表して、このクリントン氏とトランプ氏の支持率は一気に縮まりました。さあ、その使用のメール問題なんですが、今新しいニュースが入ってきました。アメリカのクリントン前国務長官の使用メール問題、こちらを再捜査している FBI 連邦捜査局のコミー長官、訴追を求めないとした当初の方針を維持すると議会に伝えました。常根さん、訴追を求めないとした当初の方針を維持する。はい。はい。ということは訴追しないってことですよね。ですね。調べはしますが、訴追はしませんということなので、まあ今更ですけど、まあちょっとヒラリーにはプラスになるかもしれませんね。で、このコミー長官が、再捜査って言った後ね、確かにヒラリーの支持率は落ちてるんですけど、その支持率の低下のピークはね、多分2日前ぐらいで、で、昨日一昨日ぐらいはもうだいぶ横ばいになって落ち着いてきたんですよね。で、それでじゃあトランプの追い上げがどこまでいくかっていうことなんですけれども、一番の問題はですね、パククネさんが大統領になってから、韓国の失業率、ね、物価上昇率どうなったかってね、追ってみればいいんです。この3年間で失業率は上がってるんですよ。で、物価上昇率は下がってる。いわゆるデフレ傾向を強めている。で、国内は需要がなくてですね、で、明らかにこの経済政策の運営を間違ったということはもう、誰の目にも明らかなんですよね。で、その全体的にその調子悪い状態が3年も続くと、もうちょっといい加減にしろと不満溜まりますよね。で、そこでこの降って湧いたこの疑惑ですよ。で、お前のせいじゃないかっていうことで、騒いでるんですけど、これもしもうちょっとまともにね、経済政策言ってたら、多分こんな騒ぎにならなかった可能性もあると思うんですよね。そもそも問題にもならなかった可能性もある。このアドバイスをしていたと言われているこのチェさんですけれども、スンヨル容疑者。このアドバイスがやっぱ間違ってたんじゃないかということですよね。だからそのチャイナにすり寄ったりする、その二股外交をやったりとか、それからね、その反日プロパガンダみたいなことやったりとか、こういうのは全部間違ってきたと。で、それは結局その経済に一つも得にならなかったと。プラスにならなくて、それが今ボディーブローのように効いてるので、これは隕石辞任したところでですね、韓国の方々のね、不満は収まらないかもしれない。そうですね。ね、大統領を変えたところで方針をさあ、それではここからはですね、常念さんにこのテーマで話を聞きます。韓国とアメリカ、大統領をめぐる動向。韓国のパククネ大統領、今月4日、先週の金曜日ですね、40年来の友人で女性経営者のチェ・ヨンスル、チェ・スンヨル容疑者の国政介入疑惑をめぐり、現職の大統領としては初めて検察の捜査に応じる考えを表明しました。パク大統領、国民向けの談話で、チェ容疑者の事件に触れ、国民に私の不覚により生じたことだと謝罪しました。必要なら私も検察の捜査に誠実に臨む覚悟だとも話しました。韓国の大統領は在職中はですね、刑事訴追されませんが、捜査で過ちが明らかになれば私も全ての責任を負うと発言し、捜査の結果次第では隕石辞任する可能性を示唆しています。こういうふうにその談話を発表したわけなんですけれども、これで国民の怒りはどうも収まっていないようですね。そうですね。これね、でも、この事件だけ取り上げるとね、なんかその変な占い師みたいなやつがいて、ネタとして面白いんで騒いでるふうに見える。その接戦集とかもいろいろこう分析してみるとですね、もうほぼ今268ぐらいまでいってるので、トランプは一手差し間違えると終わり。でも、全勝すれば、接戦は一応6カ所ぐらいあるんですけど、そう全勝すればトランプの可能性もある。結構でも全部取るの難しいだろうと。で、期日前投票でもヒラリー優位なんで、ちょっと難しいかなというふうには見てますけどね。ただサプライズの起こる確率は3分の1ですから、必ずしも低くないので、まだ、決め打ちするのは早いですが、現時点の現下の情勢だとやっぱヒラリーの方が優位と
いう感じですかね。はい。まあ今の情熱さんの話聞いてると、これを相撲に例えるとね、はい、横綱昇進を目指している、はい、トランプ氏が、はい、この後全勝するしかないというような感じですね。そんな感じですね。なんかね、ネイト・シルバーさんというですね、まあ向こうでよく当たるその、まあ選挙予想サイトをやってるね、統計というか数学者というかね、いるんですけど、彼が言うにはシカゴカブスがワールドシリーズに優勝するぐらい難しいって言ってたんですけど、カブスワールドシリーズ優勝しちゃったんですよ。だからそのひょっとしてがあるかもしれないということなので、ゼロではないです。33% 以上あります。はい。まあ、そのアメリカ大統領選目前に控えてですね、トランプ氏が勝ったらどうするっていうことで、トランプリスクと呼ばれるようなことも起きてるということですよね。はい、日本株安、円高、はい、これもそのアメリカ大統領選挙が影響していると言われてるんですが。はい。まあ、為替アナリストと呼ばれるですね、はい、まあ、いわゆる愚民どもがですね、まあ、逆進とも言いますけれどね。こいつらが全員円高を予想したときには、これは円安になります。はい。これ逆進の掟なんですね。八百万の逆進どもがですね、全員一致で円高予想したときは、そんなに円高にならない。と思いますよ。言ってはいた、この疑惑ですよ。で、お前のせいじゃないかっていうことで、まあ、騒いでるんですけど、これもし、もうちょっとまともにね、経済政策言ってたら、多分、まあ、こんな騒ぎにならなかった可能性もあると思うんですよね。そもそも問題にもならなかった可能性もある。まあ、このアドバイスをしていたと言われている、この、チェさんですけれども、チェ・スンヨル容疑者。このアドバイスがやっぱ間違ってたんじゃないかということですよね。だから、その、チャイナにすり寄ったりする、その、二股外交をやったりとか、まあ、それからね、その、反日プロパガンダみたいなことやったりとか、こういうのは全部間違ってきたと。で、それは結局その経済に一つも得にならなかったと。プラスにならなくて、それが今ボディーブローのように効いてるので、まあこれ隕石辞任したところでですね、まあ韓国の方々のね、不満は収まらないかもしれないし、ね、大統領を変えたところで方針をしっかり変えないと、まあこれ韓国経済どうにもならないかもしれないですね。はい。でもこのまままだ任期1年4ヶ月ぐらいありますよね。はい。大統領任期5年ですからね。そうですね。韓国の。まあ辞めたら捕まるし、辞めらんないでしょう。このままグダグダいくのかもしれないですけどね。となるとでもこれで経済が良くなる兆しなんて出てくるんですかね。だからその方針を転換するしかないですよね。そのもうチャイナの属国みたいになろうとしてたのはやめて、もう一回日本にしっかり詫び入れて、で、そういうもう慰安婦をはじめとした反日プロパガンダも全部取り下げてですね、で、それでしっかりと経済協力を仰ぐということをすればいいんですが、まあ毎回ですね、歴史上この国はそういうことをしてはですね、調子良くなってくると忘れてまた反日プロパガンダ始めるというですね、繰り返しなんです。私たちの先祖はそういう国と2000年間付き合ってきたんで、我々も覚悟しなきゃいけないと。もう根本解決はないんですね。はい。はい。さて、一方アメリカですね、新たな大統領を選ぶ大統領選挙大詰め迎えています。投開票日は現地時間の今月8日、日本時間だと9日ですから。さあ、それではここからはですね、常念さんにこのテーマで話を聞きます。韓国とアメリカ、大統領をめぐる動向。韓国のパククネ大統領、今月4日、先週の金曜日ですね、40年代の友人で女性経営者のチェ・ヨンスル、チェ・スンヨル容疑者の国政介入疑惑をめぐり、現職の大統領としては初めて検察の捜査に応じる考えを表明しました。パク大統領国民向けの談話で、チェ容疑者の事件に触れ、国民に私の不覚により生じたことだと謝罪しました。必要なら私も検察の捜査に誠実に臨む覚悟だとも話しました。韓国の大統領は在職中はですね、刑事訴追されませんが、捜査で過ちが明らかになれば私も全ての責任を負うと発言し、捜査の結果次第では隕石辞任する可能性を示唆しています。こういうふうにその談話を発表したわけなんですけれども、これで国民の怒りはどうも収まっていないようですね。そうですね。これね、でも、この事件だけ取り上げるとね、なんかその変な占い師みたいなやつがいて、ネタとして面白いんで騒いでる風に見えるんですけど、一番の問題はですね、パククネさんが大統領になってから、韓国の失業率、ね、物価上昇率どうなったかってね、追ってみればいいんです。この3年間で失業率は上がってるんですよ。で、物価上昇率は下がってる。いわゆるデフレ傾向を強めている。で、国内は需要がなくてですね、で、明らかにこの経済政策の運用間違ったということはもう、誰の目にも明らかなんですよね。で、その全体的にその調子悪い状態が3年も続くと、もうちょっといい加減にしろと不満溜まりますよね。で、そこでこの過去の統計はそういう逆進統計はそういうふうな現象を示しているんですけれども、要はトランプが勝ったら政治も経済もめちゃくちゃになるということで、アメリカの株は下がるし、ドルも売られるという展開が続いているということなんですけれども、これで明日、明後日あたりには情勢がほぼ判明するので、そこで過剰にリスクを織り込みすぎたなとなると、またそれを巻き戻すための爆上げがあるかもしれないですし、逆にトランプがなったとしても、過剰に織り込みすぎて、トランプはそこまでやれねえなってことになるとまた戻るかもしれない。
しれない。ということなので、まあ、一方的にどっちか動くっていうのはね、どうなんでしょうね。まあ、一時的にあるかもしれませんけどね。まあ、長期的にそうかっていうのはまた別の話ですね。もう先週末だと17000割り込みましたもんね、日本。そうですね、日本もね。まあ、それはトランプのね、リスクを、まあ、アメリカの株が織り込んだんで、日本も釣れやすみたいな感じになりましたよね。さて、あともう一つ、アメリカの中央銀行にあたります連邦準備制度理事会 FRB、FOMC、公開市場委員会を開きました。そして今月の追加利上げの見送ったということです。でも来月やるぞってステートメント出してますよね。で、副総裁っていうか副議長のね、フィッシャー、副議長がですね、割と強気な発言をしてますので、12月はこれサプライズなしでほぼほぼ行くのかなという、今はそういう感じですよ。まだわかんないです。トランプになったらわかんないかな。まあ、向こうの中央銀行も割と政治的に動くので、その辺はちょっとわかんないですね。いずれにしてもこのトランプがなるのかならないのか。今トランプって主語がトランプになっちゃったんですクリントンさんはどこ行っちゃったんだって感じですね。常念司さんでした。あさって水曜日ですね、調査の支持率、民主党のクリントン氏と、共和党のトランプ氏、拮抗しているということです。政治専門サイトのリアルクリアポリティクス、直近の支持率を見ると、クリントン氏 46.6%、トランプ氏 44.8%、まあ、その差 1.8 ポイントですね。そして、FBI が10月28日にクリントン氏の使用メール問題再び捜査すると発表して、このクリントン氏とトランプ氏の支持率は一気に縮まりました。さあ、その使用のメール問題なんですが、今新しいニュースが入ってきました。アメリカのクリントン前国務長官の使用メール問題、こちらを再捜査している FBI 連邦捜査局のコミー長官、訴追を求めないとした当初の方針を維持すると議会に伝えました。常念さん、訴追を求めないとした当初の方針を維持する。ということは訴追しないってことですよね。調べはしますが、訴追はしませんということなので、まあ今更ですけど、まあちょっとヒラリーにはプラスになるかもしれませんね。で、このコミー長官が、再捜査って言った後ね、確かにヒラリーの支持率は落ちてるんですけど、まあその支持率の低下のピークはね、多分2日前ぐらいで、で、昨日一昨日ぐらいはもうだいぶ横ばいになって落ち着いてきたんですよね。で、それでじゃあトランプの追い上げがどこまでいくかということなんですけれども、現時点でやっぱりトランプが勝つ確率は3分の1ぐらいしかないです。で、これ、全体のね、世論調査してもほとんど意味がなくてね、各州ごとに勝者総取りですから。なので、270の選挙人を取らなきゃいけないんですよ。で、ヒラリーが今216固めてるんですが、